はいどうも、作業場へようこそ。今日はですね、非常に貴重な銃弾を手に入れることができました。これはですね、92式重機関銃に使われていた弾なんですけども、92式鉄鋼実砲です。鉄鋼弾ですね。この弾頭がですね、ものすごく硬いもので作られていて、戦車とかのね、鉄板、装甲をね、貫通させるために作られた弾です。こちらをね、ちょっと見ていきたいと思います。この弾の歴史なんですけども、ウィキペディアによると1934年、昭和9年ですね、1月正式化。弾丸重量が 10.5g、 そして実砲重量が 24.6g、 装薬量が 3g、 そして初速の方が秒速 820m。 ではね、銃弾の方もうちょっと詳しく見ていきましょう。まずこれがね、入ってきた箱なんですけども、こういう形状になってます。もともとはね、多分これ蓋があったはずですけど、蓋はもう外れてます。この段ボールはね、もう結構ボロボロになっちゃってるんですけども、まあそれにしても当時の段ボール、紙の箱、素晴らしい出来だと思います。そしてね、こちらの方にはね、文字が書いてありますけども、92式鉄鋼実砲。これはね、日付でしょうかね、昭和17年4月ですかね。そしてね、このパックには15弾合計で入ってますけども、555ですね。はい、このようにね、出していきます。はい、こういうふうに分かれてるんですね。で、こちらが実砲になります。鉄鋼弾の特徴はね、こういうふうに黒塗りがしてあって、金色のね、弾頭がついてます。では、これをちょっとばらしてみますね。まずこちらの方がね、クリップになりますけども、81年前のクリップとは思えないぐらいの素晴らしい出来ですね。いや、ほんまに信じられないです。こちらがね、実砲になりますけども、この裏見てください。こう分かるかな、プライマーのところにね、微妙にね、テカテカしたものがついてるんですね。これはおそらく防水のニスみたいなのが塗ってあるんやと思います。そしてね、弾の弾頭の根元のところにはクリンピングをした形跡が残っています。ところどころね、へこんでいて、これでね、弾頭を押さえつけてるんですね。この時期のね、92式の重機関銃の弾の特徴でいうと、セミリムドになっています。セミリムドはどういうことかっていうと、このお尻の方ですね、ここのやつが出っ張ってるんですね。これリムされてるんです。で、99式の方はリムされてないんですね。こちらは99式の弾になりますけども、まっすぐになってます。はい、こちらのやつはね、ちょっと出てるんですけど、これを99式に入れるとどうなるかっていうと、チェンバーにまず入らないんですね。はい、ですので99式ではこのままでは撃てない。で、これをね、99式で撃とうとするときにしないといけないのは、このリムをね、取らないといけないんですよ。はい、で、このリムさえ取ってしまえば99式でも撃つことは可能です。自分ね、この弾もうそのまま撃とうと思ってたんです。実はこのリムを削ってね、99式に入れて撃とうと思ってたんですけども、アリゾナにいらっしゃる日本人のガンスミスの方で結城さんって方がいらっしゃるんですけども、その方がまあ危ないと、やめとけって言われてね、あと皆さんもね、コメントにいろいろやめておけって言われましたんで、それはやめることにしました。で、まずやめておく理由がですね、火薬がどんだけ入ってるかっていうのがわからない。そして、この日本軍の当時のこのブラス自体が弱いって言われてるんですね。ですので、99式に入れて撃つとこのブラス自体が壊れてガスが爆発する可能性もあるし、このブラスがね、もうチェンバーの中にこびりついて出ないってこともありますし、99式自体が壊れてしまうってこともあるんで、ちょっとそれは避けたいんでね、これはやめることにしました。では何をするかというと、この弾からこの弾頭を取り出して、そして火薬を出して、ちょっと見たいと思います。では今からここからね、弾頭を取り出して中にどんな火薬が入ってるかっていうのも見ていきましょう。まずこちらがね、取り出した弾頭になりますけども、重さを測っていきましょう。グレインで 160.2 グレインですね。グラムに変えましょうか。グラムに変えると 10.3、10.4 グラムですね。大きさの比較用にこちら用意したんですけども、これがね、223、そしてこちらが 6.538 式に使うやつですね。で、これが今取り出した 7.7 ですけども、もう大きさがね、違いが分かりますよね。ものすごくでかい弾です。ちなみにこちらはね、ボートテールになってます。で、99式用の弾はこちらね、フラットボトム、こちらみたいにね、フラットボトムになってるはずです。ただこれは92式用のね、重機関銃の弾なんで、こちらボートテールになっています。次は火薬量を測っていきたいと思います。火薬量を出しますね。ものすごく綺麗な火薬ですね。棒状の火薬になってます。こちらがグレインで 46.7 グレインですね。グラムに変えましょう。でグラムが、3.025 グラム、 3.02 ですね。はい。いや、それにしてもね、この火薬81年前の火薬とは思えない火薬ですね。素晴らしいクオリティ。
はい、今回はねこの火薬そのまま使っちゃいます。ただちょっとね火薬量を減らします。今回映ったのはこの弾頭と火薬はそのまま使用するんですけども、薬莢をまず買います。こちらはねノーマの薬莢がありますけども、こちらを使います。そして現代のプライムを使って今測ってあった46グレインの火薬用43グレインまで下げて、でこちらに載せていきたいと思います。工程の方ね残念ながら YouTube で載せたらダメなんでスキップします。はい、射撃場にやってまいりました。今からねこちら作った鉄鋼弾をね撃っていきたいと思いますけども、弾頭と、火薬はですねオリジナルのものを使っています。火薬の方は43グレインまで減らしています。そしてですね薬莢とプライマーはね新しいものを使っています。ではまず最初にねボリスティックジェルの方を打っていきたいと思います。こちらにね新しいブロックを用意しました。でその後ろにねさらにブロックを用意して、弾をねキャッチしようと思います。さらに鉄鋼弾がねもしこれを貫通してしまった場合も備えて、後ろに教科書も用意して、ブロックを置いてます。ではジェルを打っていきましょう。ではまず鉄鋼弾第1ジェルに打っていきます。いきましょう。はい、弾頭はですねここから真ん中に入ってここでテンポラルキャビティができています。そしてね、ここからどんどん下に入っていって、残念ながらここから出てねどっか飛んでっちゃいました。弾頭を探したんですけどねちょっと見当たらないですね。次はですねもう毎回おなじみになってきたコンクリートブロックを打っていきたいと思います。鉄鋼弾でいきます。いきましょう。貫通したかな。見てください、ここがエントリーです。綺麗に穴が開きましたね。貫通してるでしょうか。裏見てみましょう。皆さんやりましたよ。このコンクリートブロックを打ちまくってもうどんだけ経ちます。初めてこんなに綺麗に貫通しましたね。めちゃくちゃ綺麗な穴が開いてる。これが鉄鋼弾のパワーですよ。すごいな。はい、お待たせしました。今からね鉄鋼弾で鉄板を打っていきたいと思います。こちらの鉄板ハーフインチなんですけども、ミリに直すと127ミリですね。はい。で、ウィキペディアによると鉄鋼弾で200メートル以内12ミリの、鉄板やったら、貫通するって書いてあるんですよ。これはね鉄板の材質にもよると思うんですけど、自分の売ってるこの鉄板ちょっと柔らかい材質なんで、貫通するかもしれないですね。今50メートル離れてます。では打っていきましょう。いった。見てください、すごい。これ貫通した。めちゃくちゃ綺麗に貫通した。鉄板がねそんな動かなかったんですよ。パーンって言ったから、あ、これ抜けたかなと思ったらやっぱり抜けてますね。では裏見ていきましょう。裏です。すげえ抜けてる。すごいな。うわー、鉄鋼弾やっぱすごい。
はい、こちらね、前売ってた鉄板ですけども、こちらね、クォーターインチです。はい、4分の1インチですね。でちょっとミリわからないんで、ちょっと載せますね、ここに。はい。で、この2分の1インチ、ハーフインチとこのクォーターインチ、これはね、貫通するかっていうのをちょっと見ていきましょう。では、クォーターインチ足しました。これでいきましょう。貫通するかな。真横に当たりましたね。見てみましょう。皆さん、貫通しました。クォーターインチとハーフインチ合わせて2つとも貫通しました。はい、こちらが裏になりますけどね、貫通した。すごいな。はい、ということでね、クォーターインチではもう拉致があかん。もう一つ鉄板用意してます。こちら、売ってたハーフインチのプレートですけどもね、これをさらに後ろに乗せて打ってみたいと思います。これで、1インチになります。ハーフインチ、ハーフインチで1インチですね。これで貫通するか見てみましょう。これで貫通したらもうおったまげんな。はい、鉄鋼弾最後一発いきます。貫通するか。ミスったかな。ミスったと思ったんですけど、なんと同じ穴に入っちゃいました。ちょっとずれたって感じですね。ただ肝心の裏は貫通してません。これ2枚目なんですけどね、こんな風になってます。もう砕け散ってますね。そしてね、こちらが1枚目の裏なんですけども、もう弾がこびりついちゃってますね。ぐちゃぐちゃになってる。ジャケットが残ってるの分かりますかね。そしてね、中にね、弾の破片が残ってます。さて、鉄鋼弾ね、撃ってきましたけども、いかがでした？まさかこのハーフインチの鉄板をね、簡単に貫通するとは思わなかったですね。おまけにクォーターインチ足してあれでも貫通するとはね。残念ながらね、3つ目の弾は貫通はできなかったんですけども、ちょっとね同じところに入っちゃったんで、実際のね効果っていうのはちょっとわからないかもしれないですけどもね、素晴らしいパワーですね。正直言ってね、一番驚いたのは弾を出した時の火薬の質。80年前の火薬の質だとほんまに思えないぐらいね、綺麗な火薬をしてました。実際ね、こちらの99式で撃ってみて、ファクトリーロードの弾と比べてリコイルねちょっと少なめやったなと思いました。ですんで43ぐらいじゃなくて、もうちょっと増やしてもいいかもしれないですね。はい、もうちょっと増やしてたら、もうこの、ハーフインチもね、結構貫通はしなくても結構電灯は出してたかもしれないです。2枚目ね。この動画を見ててね、こんなわざわざ貴重な80年前の弾を出してね、こんなことするなと思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、アメリカにはね結構こういう弾出回ってるんです。まだまだ日本軍の弾っていうのがねありまして、手に入れようと思ったら簡単に手に入れるわけですけども、貴重な弾は貴重な弾です。おまけにね、箱ですけども、あれは貴重にね保管していきたいと思います。コメントくださる方大好きです。ということでね、今週もいっぱいコメント残してください。ありがとうございました。